んにちは、ゆかです。今日は9月23日から行われていたパリファッションウィークについての話題です。ディズニー関係なくないと一瞬思われたかもしれないのですが、なんと今回ですね、ディズニーランドパリ史上初、現地時間の2024年10月1日にディズニーランドパリ内でファッションショーが行われたんです。ファッション界隈の記事ではカイリー・ジェンナーが登場したことで話題沸騰してましたね。今回ファッションショーを行ったブランドはコペルニという常に進化してアイディアや視点を提供するっていう思想を持ったブランドです。私も最初はディズニーとの関連性が見えなくてってなったんですけど、調べてみるとディズニーの革新性だったり常にアップデートし続ける考え方とリンクしていて結構面白かったのでお話ししてみようかなと思います。このチャンネルではディズニーの世界って本当に奥深いじゃないですか。そして情報量がとんでもないじゃないですか。だからこそオタクみんなで語り合うのが超楽しいと私は思っていまして、そんなディズニーのワクワクする情報をシェアし合ってみんなでやいのやいの語り合えるコミュニティを作ることを目標に配信をしております。世界中のディズニー好きさんが集まれるコミュニティにゆくゆくしていきたいなと考えていますので、住んでいる国だったり言語に関わらずコメント欄を盛り上げていただけると嬉しいです。その国でしか得られないディズニーの情報が各国それぞれにあるはずなので、みんなでシェアしたり語り合いましょう。語り始める前に、まずはコペルニがどんなブランドなのかご紹介してからの方がわかりやすいと思うので、簡単にお話ししてみようと思います。実は私、少し前まで某パリコレブランドで働いてたんですよ。なんですけど、管理部門のお仕事でしたので、にわか知識しかございません。すいません。ファッションセンスのかけらも実はございません。なので、知識不足の点はご容赦ください。詳しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄でぜひ追記いただけると嬉しいです。コペルニは、フランスのパリを拠点とするファッションブランドで、シャネルやバレンシアガで経験を積んだバスティアン・メイヤーさんとアルノー・バイアンさんっていう2人のデザイナーによって2013年に設立されたブランドです。ブランド名の由来は16世紀の天文学者ニコラウス・コペルニクスから来ていて、その名前が示すように常に進化しアイディアや視点を提供しています。そういった背景からデザインは空間や時間の概念に基づいて革新的なカッティングだったりシルエットっていうのを特徴としているブランドです。またデジタルネイティブ世代に向けた実験的なコレクションを提案していて、ミニマルなラインとコンパクトなシルエット、単体で美しいプロダクト的なアプローチが強みでもあります。最近はテクノロジーとファッションの融合がテーマにされることが多くて、商品や過去のファッションショーがすっごい面白いんですよ。で、今日の配信、スタイフで聞いてくださってる方はぜひノートも一緒に合わせてみながら聞いていただけると面白いと思います。いくつか画像を貼っていますので、それ見ながらの方がわかりやすいと思うからです。で、1枚目に画像を載せているんですけれども、このちょっと象徴的な形をしているバッグ、何かに形が似てませんか？これスワイプバッグって言われるコペルニの代表的アイテムの一つなんですが、そう、iPhone のスワイプボタンから着想されたデザインのバッグなんです。で、2枚目の画像をご覧いただきたいんですけど、これもなんだか既視感があるデザインのバッグですよね。これは Wi-Fi をモチーフにしたデザインのバッグなんですね。2020年の SS、スプリングサマーのコレクションはパリ・シャンゼリゼ通りのアップルストアで行われたりと、今の時代、デジタルとファッションの融合を表現し続けているブランドなんですね。その他のコレクションも面白いので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、止まらなくなりそうなので、ここでは一旦紹介を控えようと思います。抜粋して少しだけお話しすると、過去のショーではスプレーを吹きかけて完成させるドレスだったりとか、あとはロボットのワンちゃんがショーに登場したりとか、革新的な見せ方をしているショーを毎年やっているようなブランドです。で、先ほどはスワイプボタンのバッグをご紹介しましたが、その他にもアイコン的な商品がいくつかありまして、代表的なもので言うとハートのトートバッグだったり、あと耳みたいなのがついたフーディーとかも有名で、K-POP アイドルだったりハリウッドスターとかがよく着用していて話題になっているブランドです。デジタルとファッションの融合、
時代や Z 世代の表現をしてきた革新的で面白いブランドなんだなぁと分かったところで気になるのは、なんでディズニーでファッションショーしたのっていうことですよね。デザイナーのバイアンによると、ディズニーのチームから新たなプロジェクトに取り組みたいと打診があったそうなんですね。そしてディズニーとの打ち合わせの中で、もう一名のデザイナーであるメイヤーがパークでショーをやったらどうかと提案したんだそうです。もちろんこれは簡単なことではなくて、魔法の杖を振り回してビビリバビリブーと言えば済む話ではありません。ご想像の通り承認作業がたくさんありました。様々なチームの様々な人と話をしてようやくイエスと言ってもらえたんですと、やはりディズニーとのコラボは大変だったとデザイナーが語っていました。ショー実施前のインタビューでデザイナーのバイアンは、ディズニーのグラマラスな側面と若々しい側面の両方を取り入れたショーをするつもりだと語っていました。それからテクノロジーも。ディズニーではテクノロジーが非常に大きな役割を果たしてますから、と言ってくれてたんですね。なるほど。そこがコペルニとディズニーの哲学がつながるポイントなんだと納得しました。私個人としてはイマジニアについて触れてくれていたのがなんだか嬉しかったですね。誰なんだって感じなんですけど。で、どんなコレクションだったかというと、ディズニーコラボらしいコレクションがたくさん登場していてすっごい素敵でした。プリンセスだったりヴィランズのようなディズニーキラキラ憧れっていうようなスタイルから、若者がディズニーのファッションを日常に落とし込んだようなスタイルまであって、素敵なコレクションだなと感じました。私が気に入ったものをいくつかスクショしてノートにまとめていますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。で、その中でも個人的に気になったのはこちらですね。黒いスーツにピンズがいっぱいついてるんですよ。これ、ディズニーでいうピンバトレードそうなのみたいな、ちょっとそんなものを連想させるようなデザインがあったりして、この意図をデザイナーから聞きたいななんて思うんですが、ピンバじゃないか違うか、ちょっとぜひ皆さんのご意見いただければと思います。そして D オタがこぞって買いそうなのはこちらですね。コペルニのアイコン的な商品であるスワイプバッグのミッキーマウス版、ミッキーマウススワイプバッグ。これミッキーの耳ついてるんですけど、めっちゃくちゃ可愛くないですか？$820で今ホームページで買えますあとコペルニのインスタに出ていて、これも超可愛いなと思ったのがヒールなんですけど、ミッキーの耳がついていて、ミッキーの形みたいになっているコロンとした形のヒール、これもめちゃくちゃ可愛かったですね。オタク心をくすぐるデザインでした。で、あとはうまくスクショできなかったんですけど、ハートのトートバッグのミッキー版もすっごい可愛かったです。ミッキーを背負ってる、隠れミッキーを背負ってるみたいなデザインのバッグなんですけど、これパークに持って行ったら絶対写真映えますね。オタクが喜びそうなバッグだなと思って見ておりました。で、どれも素敵だったんですけど、やっぱり一番印象に残ったのはカイリー・ジェンナーかな。ディズニーの素晴らしいテクノロジー、キャッスルのショーもすごい綺麗だったんですよ。ライティングもそうですし、噴水もそうですし、あとはプロジェクションマッピングもめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、そのディズニーの素晴らしいテクノロジーとコレクション自体の美しさとカイリー・ジェンナーの美しさ、すべてが融合されていて、私見た時鳥肌立っちゃいました。で、コレクション自体ももちろん素敵なんですけど、やっぱり何よりもイマジニアの技術ですよね。ぜひ YouTube 見ていただきたいんですけど、美しいコレクションの舞台を作り上げている照明、プロジェクションマッピング、音響、噴水、花火、すべてが調和していて、画面がとにかく綺麗すぎるんですよ。ぜひインスタにもこれ載ってたのでご覧いただきたいです。私も仕事からいろんなブランドのいろんなショーを勉強のために見たりもしてたんですけど、他のブランドももちろんすごい素敵なんですけど、こんな綺麗な絵あるって、ちょっとディズニーバイアスも入りながら感動しちゃいました。普段ってディズニーでショーとかキャッスル見るときって、ディズニーのショーだな、すごいなっていう視点で感動すると思うんですけど、でもこうやってファッションショーと組み合わさったことで、改めてディズニーって芸術だなって思わされました。いくつか私が気に入った場面をスクショしてたりもするので、ぜひここら辺もノートでご覧ください。で、個人的な感想なんですけど、ショーの途中で流れていた音楽が眠れる森の美女だったんですよ。それも個人的にはとっても良かったです。
パリのキャッスルって眠れる森の美女がモチーフなので、そりゃそうだろうとも思うんですけど、私は他にも意図があったんじゃないかなと思っています。最初、このショーが実現したのって、ディズニーのチームから新たなプロジェクトに取り組みたいと打診があったっていう話あったじゃないですか。そういう点からも何か新しい取り組み、見せ方をディズニー社はしたかったんだと思うんですよね。で、夢の国、ディズニーの世界観としてショーや建築、パレードを楽しんでもらうのはもちろんなんですけど、このファッションショーを行うことでディズニーの芸術性の高さを再度認識させられたような気がしています。そしてその芸術の裏側にはイマジニアという各分野で最高の技術者たちがいて、ウォルト・ディズニー社はウォルトが作り始めた100年前から常に高い芸術性を表現するために技術を革新させてきたんだっていうディズニー社からのメッセージに私は見えました。そのメッセージを伝えるっていう目的が今回コペルニっていう常に進化しアイディアや視点を提供するっていう思想を持ったブランドとコラボした理由なんだろうなと思ったんです。眠れる森の美女ってチャイコフスキーのバレエ音楽をアニメーションと融合した作品じゃないですか。ファンタジアとはまた違って当時ディズニーランドの開園、万博、その他のプロジェクト多数とウォルトが忙しすぎたっていう裏事情もあるってどこかでちらっと聞いたことがあるんですけど、それは一旦置いといて、そういった点でクラシック音楽とアニメーションの融合にチャレンジして高い芸術性を表現しようと思ったウォルトの思いが入っている眠れる森の美女が流れているっていうのは奥深いなと私は思ったんです。皆さんは今回のショーどう感じましたか？どのように解釈されましたか？ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ちなみにコペルニのインスタではショー開催前の予告が投稿されてるんですけど、それもディズニーらしさが溢れていて可愛いのでぜひご覧いただければと思います。